もしあなたがスコットランドはいつ誕生したのかと問われたら何と答えるでしょうか。その答えの鍵を握るのが今から約1100年前、ある一人の王の死とともに初めて歴史に現れたアルバ王という称号なのです。今日のポッドキャストを聞いていただくことで、ピクト人の王国からスコットランド王国へと大きな転換がどのように進んでいったのか、そして中世初期の王たちがどのような困難と戦いながら王国を築いていったのかが見えてきます。こんにちは。中世スコットランドの歴史を研究している中川由紀です。今日は9世紀末から11世紀前半にかけてピクト人の王国からアルバ王国、そして現代につながるスコットランド王国へと変貌を遂げていった時代の王たちの物語をご紹介します。注目していただきたいのは王の称号の変化、王位継承の仕組み、そして領土拡張の過程です。それではまず最初のアルバ王、ドウナールから見ていきましょう。889年に即位したドウナール2世は歴史上初めてアルバ王と呼ばれた王です。彼の父は876年にバイキングとの戦いで戦死したコンスタンティーン1世でした。ドウナールの治世がなぜ画期的なのか、それは王の称号が変わったことにあります。ドウナールの祖父アルピーンの子キネーズやその息子たちはアイルランドの年代記において一貫してピクト人の王と呼ばれていました。ピクト人とはスコットランド北部から中部にかけて住んでいた人々を指す呼称です。ところが900年にドウナールが亡くなった際、アイルランドのアルスター年代記という同時代の記録は彼を初めてアルバ王と記しました。アルバとはゲール語でスコットランドを意味する言葉です。この称号の変化は単なる名前の変更ではありません。これは王国のアイデンティティがピクト人という民族的な枠組みからアルバというより領域的な観念へと移行したことを示す極めて重要な転換点でした。背景には何があったのでしょうか。この時代、バイキングという共通の脅威に直面する中で、ゲール人とピクト人をアルバの民として統合する新たな共通のアイデンティティを定義する必要があったという説があります。ちょうど同じ時期、アイルランドでもアイルランド王という称号が統一的なリーダーシップの象徴として用いられ始めていました。ただし、この解釈については異論もあります。ある研究者は、称号の変化は急激ではなく、ドウナールとその後継者コンスタンティン2世の治世にかけて徐々に進行していった可能性を指摘しています。いずれにせよ、ドウナールの治世はピクト人の王国からアルバ王国への転換を象徴する時代であり、ここから新しいスコットランドの歴史が始まったと言えるでしょう。ドウナール自身は900年、ダノッターの砦でバイキングによって殺害されたと伝えられています。彼の11年間の治世は短いものでしたが、歴史における意義は計り知れません。ドウナールのいとこにあたるコンスタンティーン2世は40年以上という長期にわたって王位にあり、後のスコットランド王国の基礎を築き上げました。彼の治世で特に重要なのが906年に行われたスクーンの集会です。スクーンは後のスコットランド王の即位式が行われる聖地となる場所ですが、その起源はこの集会にあります。アルバ王の年代記によれば、コンスタンティーン王とケラッハ司教が信仰の丘と呼ばれるようになるスクーンの丘でスコット人と共に信仰の規律と教会並びに福音書の権利を守ることを誓いました。ここで注目すべきはスコット人と共にという表現です。この言葉の解釈をめぐって研究者たちの間で長年議論が続いてきました。ある研究者はこれがピクト人とゲール人、
すなわちスコット人ですが、この2つの民族がアルバの民として法の下に統合されることを宣言したものだと解釈しました。一方、別の研究者は、この文言はスコット人、すなわちアイルランド人ですが、それと同様にと解釈すべきだと主張し、これはアイルランド教会との同等性を確立するための改革であったと論じています。背景には、当時アイルランドで隆盛していたケーリーデーと呼ばれる修道院改革運動の影響があったというのです。このように、この出来事は複数の解釈が可能であり、議論の決着がついていませんが、この集会がスクーンを王国の新たな儀礼の中心地として確立した最初の事例であることは重要です。コンスタンティーヌの治世は対外関係も重要でした。彼はイングランドのアゼルスターン王やバイキングの勢力と複雑な外交・軍事関係を築きました。特に937年のブルナンバランの戦いでは、ダブリンのノース人の勢力やストラスクライド王国と大連合を結成してアゼルスターンに挑みましたが、壊滅的な敗北を喫し、息子を失いました。943年頃、コンスタンティーンは高齢を理由に退位し、セント・アンドルーズの修道院に入りました。彼の40年以上にわたる治世は、アルバ王国の政治的・宗教的基盤を確固たるものにし、後の王国の地理的・政治的な枠組みの基礎を築いた時代として高く評価されています。コンスタンティーン2世の退位の後、アルバ王国はしばしば内戦に見舞われる時代を迎えます。ここで理解しておくべきなのが、中世初期スコットランドにおける王位継承のあり方です。中世初期のアルバ王国では、王位が父から息子へ直接継承されることはありませんでした。代わりにアルピーンの子キネーズの2人の息子、コンスタンティーン1世とエーズ、この2つの子孫という2つの家系の間で王位は交互に継承されていきました。例えばコンスタンティーン2世の後を継いだのは、対立する家系に属するドウナール2世の息子マエルコルム1世でした。彼の治世中には、945年にイングランド王エドマンドがストラスクライド王国に介入し、マエルコルムに対して海陸両面で協力者となることを条件にその支配を委ねるという出来事がありました。この条件は実際にマエルコルムの軍事行動に影響を与え、治世第7年にはティーズ川方面への遠征を行っています。マエルコルムの死後は、再びコンスタンティーン1世の家系に属するイルドゥルブが王位につきました。954年から962年まで統治したイルドゥルブの時代には、スコットランド史にとって極めて重要な出来事が起こります。エディンバラの要塞がスコット人に放棄され、今日に至ると記録されたのです。この獲得はちょうど同じ年にイングランド王がヨークを確実に掌握したことと無関係ではありません。ヨークの支配に専念せざるを得なくなったノーサンブリアの領主たちは、遠く北のエディンバラまで手が回らなくなったのです。しかし、この王位継承のあり方は実際には緊張と対立をはらんでいました。特に深刻だったのが、962年に即位したドゥブ王とその対抗者クレーンの争いです。965年、ドゥブとクレーンはドルスムクループと呼ばれる地で戦闘を交え、ドゥブが勝利しました。この戦いでは、ダンケルドの修道院長ドンハズとアソール地方の有力者ドゥブドンが戦死しています。ところが、その後、ドゥブは王国から追放され、967年にはアルバの人々自身によって殺害されてしまいます。アルスター年代記はそう記録しています。勝利したはずの王がなぜ失脚したのか。ある研究者は、軍事的勝利が傲慢さを生み、危険層の支持を失った可能性を指摘しています。また、別の解釈として、戦いでダンケルドの修道院長が戦死したことが聖コルンバへの冒涜とみなされ、
宗教的制裁を招いた可能性も論じられています。10世紀においてもヨーロッパ各地で高位の聖職者が戦闘に参加することは珍しくありませんでしたが、修道院長の死は宗教的に重大な意味を持ったわけです。そのクレーン自身も971年、ストラスクライド王国のブリトン人によって殺害されました。後世の記録は、クレーンがブリトンの長女を強姦したため、リゼルハという名の父親によって復讐されたと伝えていますが、真偽は定かではありません。研究者たちは、クレーンがブリトン人に対して宗主権を行使している最中に、受容可能な行動の境界を超えた可能性を指摘しています。クレーンの死後、王位は再びマエルコルム1世の家系に戻り、その息子キネーズ2世が即位しました。キネーズは971年から995年まで24年間統治をしたと考えられていますが、彼の治世もまた順風満帆ではありませんでした。977年頃、対立する家系のイルドゥルブの子アムライーブが一時的に王に就いたのです。アイルランドの年代記はアムライーブをアルバ王として記録しており、たとえ短期間であったかもしれませんが、彼が実際に王家を握ったことを示しています。キネーズはこの危機を乗り越えて王位を回復しましたが、995年、最終的には策略によって殺害されました。さらに、その後を継いだクレーンの子コンスタンティーン3世も997年にアルバ人の人々自身によって殺害されました。その後を継いだドゥブの子キネーズ3世も同様に1005年、内紛によって殺害されています。こうして10世紀のアルバ王国は王位をめぐる激しい争いと内戦の時代となったのです。このように10世紀後半のアルバは王位をめぐる激しい対立の時代でした。マエルコルム1世、イルドゥルブ、ドゥブ、クレーン、キネーズ2世、コンスタンティーン3世、キネーズ3世と続く王たちの多くが暴力的な死を遂げています。しかし、この混乱の中でもエディンバラの獲得に象徴されるように領土の拡大も見られ、これが次の時代、マエルコルム2世による王国の統合へとつながっていくわけです。1005年に即位したマエルコルム2世は、アルバ王国の歴史において決定的に重要な王でした。彼の治世において、王国は現代のスコットランドとほぼ同じ範囲にまで拡大をしました。まず南方への拡張です。1018年、マエルコルム2世はカーハムの戦いでノーサンブリア軍を破りました。この戦いにはストラスクライド王北東のオワインも同盟者として参加していました。当時のイングランド側の記録によれば、この敗戦の後、ノーサンブリアのウートレッドはイングランド王クヌートに呼び出されて暗殺され、その後継者がロージアン全域をスコット人に譲渡したとされています。カーハムの勝利により、マエルコルム2世はロージアン、つまり現在のエディンバラを含む地域の支配を確固たるものにしました。さらにマエルコルムはストラスクライド王国が後継者なく捕らえた際、自らの孫ドンハズをこの地域の統治者として立てました。ドンハズはマエルコルムの唯一確実に記録されている子である娘ベソックとダンケルドの属人修道院長クリーナーンとの間に生まれた息子です。こうしてクライド川からツイード川まで、現代スコットランドの南部の大部分がアルバ王国の支配に入ったわけです。北方でも重要な動きがありました。ザ・マウンス以北、マリ地方にはこの時期別の王朝が成立していました。マエルコルムはこの地域にも勢力を拡大し、オークニー伯シグルドと同盟を通じて自らの娘をシグルドに嫁がせることで、極北のオークニーやケイスネスとの関係も築きました。またマエルコルム自身の妹がマリの支配者フィンドライハー、後のマクベサーズ、英語でマクベスですが、彼の父と結婚したことも記録されています。これは
婚姻を通じた政治的和解の試みだったのかもしれません。ただし、マリ地方の王朝との関係は決して安定したものではありませんでした。アイルランドの年代記の記録によると、1020年にはフィンドライ派がアルバオとして記録され、1029年には彼の甥であるマエルコルムもアルバオとして記されています。これは何を意味するのでしょうか。ある研究者は、マエルコルムの王権がマリの王朝によって挑戦され、王国は事実上分裂していた可能性を指摘しています。アイルランドの年代記作者たちから見れば、マエルコルムは対立を抱えた王、つまり王権が完全には確立していなかった王だったというわけです。マエルコルム2世は1034年に亡くなりました。彼の治世はアルバ王国の領土が概念的には北のペントランド湾から南のツイード川まで現代のスコットランドの大部分を覆う規模に達した重要な時期でした。しかし同時に北方のマリの王朝との対立という次の世代に引き継がれる課題も残しました。この対立は後にマクベスの時代に頂点に達することになります。ヒストソフィア、本日のお話はここまでにできればと思います。900年、ドーナール2世の死とともに初めて現れたアルバ王という称号。それから約130年の間にこの王国はピクト人の王国から脱却し、複雑な王位継承を得ながら南はツイード川から北はペントランド湾までを支配する一大王国へと成長しました。この時代の王たちはバイキングやイングランドという外部の脅威と戦いながら内部では王位をめぐる対立を抱え、それでもなお王国を維持し拡大していったのです。彼らの努力があってこそ現代のスコットランドという国の基礎が築かれました。また次回も歴史の探求でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価もぜひお願いします。